日本においてアーカイブズ学という学術分野はまだまだ多くの大学にそういう授業なり講座なりがあるというわけではないんですね。筑波大学でも今その看板を掲げているのは多分私だけですので、スライドによってその画像をたくさんね投影することでできるだけ現場の雰囲気を見てもらう。それから今までの経験の中でさまざまなその資料の保存料に関わる実物資料の道具とかそういったものも持っておりますので、折に触れそういったものを実際に学生たちの目の前に出してそれに触れてもらうことによってより理解を深めてもらうということもやってます。日本のアーカイブズ学も当然ヨーロッパからのそういう理論的な導入というものがあって学問のスタイルを作っていったというところがあります。海外の先進的な理論の摂取ということが一つ、それから当然日本におけるアーカイブズは公文書もあれば企業の文書もあるし、さまざまな団体の文書もあるし、そして個人の家のものもあるというさまざまな種類がありますから、それ全体を包括してアーカイブズというものをどう考えていくかということ、あるいは現在の最も大きい問題としてのデジタルアーカイブの問題、ボーンデジタルの保存と利用ということもありますし、そういう問題、そういうところに関心を持つ人は多いだろうと思っています。この日本社会というものが世界的に見てもやはり地域にアーカイブズを残してきたその量質を見たときにやはり世界と比べても特徴的なものを持っているということはよく言われることで、そしてそれを保持してきた地域社会の特性というのもある。でこれが日本のアーカイブズの一つの世界に対して発信できる特徴であり特質である。でそしてそこで蓄積される経験や知見というものは世界の全く違う社会のアーカイブズを考える上でも比較の対象としては大変面白い興味深いものがあるのではないかというふうに思っておりまして、そういう海外からの摂取をするところが多いならばそういったものを学びながらも日本からの発信ということを僕らは考えなければいけないんだということをやっぱり思うわけです。そして私自身がそういう日本の地域の現場から物事を考えてきたものとしてそのことを意識的にやっていくというに取り組むということには意味があるかもしれないというふうには考えてるんですね。で幸いこの大学のこの学類の学生は図書館員になりたいというアーカイブズと非常にその親和感を持つライブラリーの世界に興味を持つ人が多い。でそこに来ている学生に対して日本のライブラリーの一つの問題でもある地域資料というのが地域に関するさまざまな文献資料、そういったものの保存利用ということに絡めて引きつけて話をすることもあるんですけれども、そういうところから物事を発想を広げていく、あるいはよく言われるのはそのデジタルの環境の下での博物館図書館文書館の連携、いわゆる MLA 連携と言われるものがありますけれども、私はそのいくつもの現場を経験しているものとしてそれらの連携の中でこのような地域のアーカイブズをどう考えていくかということ、この辺が私や私の学生院生たちが共通に抱えている問題関心ではないかなと思いますね。高校生の頃までは考古学少年でそれが大学で古文書をやってるすごい先生がいるという話を聞いて、でその先生がその古文書の調査をやってると、合宿調査をやってると、で行ってみるといいよと勧められて、でそこに何も知らずに顔を出した。でそこに参加したのが大学の2年生の時ですけど、ちょうどこの筑波山麓の地域で1週間古文書を調査しそれを読むという合宿に僕は参加をしてたんですけども、そこに行ったのがまさに最初ということになりますね。
実際に現地に行って地域に行って現地に行って旧家に残っている古文書を探してきてそれを調べていくという当時は決して珍しいことではなかったんですけれども今はだいぶそういう研究スタイルを問う先生たちというのは史学科含めて少なくなってきているんですがそういったものに触れていくそして地域の資料を見て研究を進めていくことの面白さということが、根底にあります。将来をキャリアをどう考えるかっていう時に博物館そういう時にそういう資料の取り扱い専門職っていうのは当時は博物科の学芸員というイメージがやっぱりありましたので博物科の学芸員になりたいと埼玉県教育委員会の学芸員として20代の終わりに採用されて私は、文化財保護の仕事とか博物館とかというところで仕事をするようになったと。移動先で一番長かったのは文書館といわれるアーカイブズ施設が長かったと。そこでそういうまさに県内に所在する歴史的な資料の調査を行いそれを受け入れて目録を作るというそういう作業をまさに学生の頃からやっていた仕事を中心にやってたんですね。ただそういう博物館なり文書館に勤めるということは単にそれを使うということではなくそれは利用者として使うことと一緒ですけれどもそうではなくそれを守りそれを保存していく長い時間これからも保存されてきたものをこれからも長い時間その土地にあるいはその文書館や施設の中で守っていくという仕事が大きいウェイトを持ちさらにはそれを所蔵している収蔵している資料を広く県民さらにもっと広い人たちに知ってもらってその楽しさを知ってもらうそしてまたもっと活用してもらうというそういう発信をするという仕事これが新たに当然付け加わってくるわけです。そこで保存とはどういうことだろうかその利用とはどういうことだろうかっていうことを仕事として考え始める。そこで今でも当然ありますけど博物館学とかそれから当時は文書館学というのが普通だったアーカイブズ学というものへ自分の仕事を高めていくための勉強として始めていったというのが、そういうところに勤めてから始めていくことです。それを積み重ねていった結果ではないんでしょうけれども一つの展開として大学でそのようなことを教えるという仕事に就くことになったということですね。ですからそのような毎日の資料保存利用に関わる業務をベースにして今まさにここに私はいるんだろうと思ってますしですね。はい、何にせよ資料を見てると楽しいですよね。やっぱり物を見てるっていうのはそれはやはり実物資料を扱ってきた学芸員というキャリアの差がかもしれませんけれどもたくさんのものを伝文の形で書物や論文で読むよりはそれ一点の中から得られるものの方が私は多いと思ってますのでとにかく資料を見てると個別の話がとっても面白いということそれからもともと旅行は好きなのであちこちに出かけることは全く苦ではないしそこでいろんな人に会って話をする聞くそこでいろんな知識を得るってことはそれ自身がとてもエキサイティングな経験だと思ってますので新しいこと知らないことに触れていく私自身はそうやってあちこち出かけてその場でその土地でそこに残っているものをさまざまなものを見るということがすごく楽しいですね。リアルが全部切れてデジタルにはならないだろうというふうには思ってます。それなりの割合比率で実物リアルな文書とか記録というものも残っていくしデジタルの比率は大きくなってもそれが全部 100% になっていくことはないだろうというふうに思っています。それはやはり機能がそれぞれにあってそういう形を伴わなければならない機能というものもあるだろうというふうには思っているので全部はなくならないだろうと。そうだとすればそれぞれについてのアーカイビングの調査研究考察というものはそれぞれにやはり行われていかなければならない。でデジタルにしても一つの問題は90年代のワープロソフトで書かれた形式がなんて言うんでしょう実物だとするならばそれをマイグレーションかけたらその瞬間にそれは違うものになってしまうんですね。デジタルの世界ではそう考えるはずです。
だとするとそのもののその保全っていうのはどういうことだろうとかっていうことは実はあまり考えられてこなかった。そのことは考えなくていいのか、そうではないとしたらそれはどうしたらいいのだろうか。まだまだボーンデジタルの問題は今始まったばかりですので考えなければいけないことは多いだろうと思います。残さなければいけない、みんなが共有しなければいけない情報を持った文書記録というものが一点だけだと今回の災害のように全部消えてしまうと、これを分散保管していくということが提唱されてますけれども、それも同一地域の分散保管ではダメだということが今回明らかになったと。20キロ圏内に入れてたら全滅するかもしれないんですね、今回の経験としては。そうだとすると実はアーカイブという作業は一つの地域のものであっても非常に広域な、あるいは国際的な仕事になっていく可能性がある。これはまだ今回の東日本大震災と福島第一の原発事故によって僕らが目の当たりにしてしまったことなので、そういうこともこれから考えてみんなが考えていくことになるだろうなというところですね。